フランス第3の都市リヨン。空港から市内中心部への移動手段はバスやタクシーもありますが、旅行者に便利なローヌエクスプレスを利用します。空港最寄りのリヨン・サン・テグジュペリ駅までは徒歩3分。建物の中に入ったら左側に向かって歩き、ローヌエクスプレスのプラットフォームに向かいます。券売機で乗車券を買うと少しだけ割高になるので、ネットで事前購入するのがおすすめです。券売機は英語対応があり、往復チケットは 10% くらい割引になります。リヨン空港から市内までは電車で約30分。日中は15分間隔で運行しており、途中の停車駅も2つだけです。電車が出発すると、係の人が乗車券を確認します。ローヌエクスプレスの近くには市内を走る路面電車の駅があり、帰りに空港へ向かうときに間違えないように気をつけましょう。リヨンを流れるローヌ川の源流はスイスアルプス中央部のローヌ氷河で、リヨン市内では美しい川岸と橋が景観を彩ります。ローヌ川から西に向かって5分くらい歩くと、リヨンの中心に広がるベルクール広場に到着します。ここはフランスでも最大級の広場で、中心にはルイ14世の像があり、馬に乗る姿は堂々としています。この日の最高気温は32度。ミストでクールダウンすると爽快です。ベルクール広場のすぐ近くには世界的に有名な星の王子様の作者サン・テグジュベリの像があります。サン・テグジュベリは1900年にリヨンで生まれ、幼い頃から空と冒険を愛し、やがて世界を飛び回るパイロットになります。飛行中の孤独や旅先でのさまざまな出会いから小説「星の王子様」を書きました。ここは漫画楽リヨン。日本の漫画やアニメのグッズを販売しています。フランスは日本の漫画冊数の販売量が日本に次いで多く、アニメキャラクターのフィギュアも大人気です。アニメ化されて国民的人気になった鬼滅の刃やドラゴンボールのフィギュアもあります。ローヌ川沿いは市民の散歩や憩いの場所になっていて、夏に利用できる巨大なプール施設もあります。ローヌ川を北に進んでテッド・ドール公園に向かいます。テッド・ドール公園はリヨン最大の公園で、誰でも無料で入ることができます。広大な敷地には芝生、湖、植物園、動物園があり、都会の中で自然を満喫できる場所として地元の家族連れや観光客に親しまれています。夜のリヨンは昼間とは違った幻想的な雰囲気です。レストランやカフェも明かりが温かく、街全体が柔らかい光に包まれています。ブション・リヨネはリヨンの家庭料理を提供するレストランです。明日はソーヌ川の西にあるガロ・ローマン劇場やノートルダム大聖堂を見学します。リヨン旧市街の西にそびえる丘、フルヴィエールに向かいます。フルヴィエールには修道院や礼拝堂などの宗教建築物が数多くあり、リヨンでは祈りの丘として知られています。30分ほど歩くとガロ・ローマン劇場に到着です。リヨンのガロ・ローマン劇場は紀元前1世紀に建てられたフランス最古のローマ劇場の一つです。古代ローマの華やかな音楽や演劇の舞台はヌイ・ドゥ・フルヴィエールという夏の芸術祭で活気を取り戻します。6月と7月は
毎晩コンサートが開催されるので、この時期にリヨン観光される方は事前にチケットを購入するのがおすすめです。劇場からはリヨン市街を一望できます。続いてフルビエールのノートルダム大聖堂を見学します。教会の入り口近くにあるのは洗礼板で、赤ちゃんや信者に洗礼を授けるための聖水が入っています。ノートルダム大聖堂は1870年の不仏戦争でリヨン市民が聖母マリアの加護を祈願したことがきっかけで作られました。このモザイクは1571年のレパントの海戦で聖母マリアのご加護によりキリスト教徒がオスマン帝国に勝利し、平和が守られたことを描いています。内部のステンドグラスや色鮮やかな装飾は見事です。ビサンチンとゴシック様式を融合させたデザインは独特で、入場料も無料なので、ぜひ足を運んでください。ノートルダム大聖堂の近くには、リヨンの街を一望できる展望スポットがあります。手前を流れるのはソーヌ川で、その奥に流れるのがローヌ川です。ソーヌ川の手前にあるのがリヨンの旧市街、世界遺産にも登録されているヴューリヨンです。ヴューリヨンにはブーランジェリー・ドゥ・パレというパン屋があり、デニッシュ生地にフランボワーズの甘酸っぱいクリームとプラリネ・ルージュと呼ばれる赤いプラリネをトッピングしたパンを買えます。創業100年を超える老舗レストランに入り、リヨン郷土料理を中心にした前菜とメインのセットを注文します。前菜はエスカルゴです。殻に戻したカタツムリにパセリとニンニク入りバターを詰めてオーブンで焼き上げます。エスカルゴもお皿も熱々の状態なので、専用のトングとフォークで殻から取り出して食べます。メインはリヨンを代表する伝統料理であるクネルです。カカマスをすり身にして円筒形に整え、オーブンで焼いた料理でお米と一緒に食べます。オーブンから出したばかりのクネルはパンパンに膨れてスフレ状になっていて、ソースナンチュラというザリガニから取っただしとクリームを使ったソースをかけて食べます。ランチの後はリヨンで有名な壁画を見に行きます。ソーヌ川に架かる橋の先にある左側の建物でフレスク・ドゥ・リヨネと呼ばれています。町の歴史や文化を象徴する人物たちがリアルに描かれ、観光客にも人気のフォトスポットです。細かい表情や衣装まで精密に描かれており、近くで観察するとアートの迫力を感じます。壁画に描かれている人物の説明もあるので、リヨンゆかりの著名人30名の中からお気に入りの著名人を見つけるのも楽しいです。最後に紹介するのはポール・ボキューズ市場です。ポール・ボキューズはリヨン出身の世界的料理人で、世界的料理コンクールボキューズドールを創設するなど、フランス食文化を世界に広めました。市場ではさまざまな種類のスイーツが売っていたり、好きなチーズとワインのセットメニュー、熟成サラミの量り売り、チョコレート専門店では食べるのがもったいないと思えるくらい芸術性の高いスイーツを買うことができます。8月は休暇シーズンなので閉まっているお店も多かったです。フランスに旅行される際はぜひリヨンにも足を運んでください。